MC を務めさせていただきますジャパニーズゴキです。よろしくお願いします。さあ今回の素敵なお友達はもう来てくれてますよ。自己紹介お願いいたします。はい、クレイジーラクーン所属のプロトバナナです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。めでたい。いや、めでたいですよ。ありがとうございます。CR ですか。 CR ですね。まさかの来ましたよ、とうとう。めでたいね。格ゲーでは部門っていうのはあまりないじゃないですか。ないよね、そもそも。はい、そもそもない。クレイジーラクーン全然ないに部門がなくて FPS 系が結構多いイメージですね。 FPS ばっかり。なんで僕らなんかは割と親しみのあるチームだったんですけど、急に発表されてストリーマーなの？いや俺マジでびっくりした。俺ツイッターに書いちゃったんだけどもっとマジでと思って配慮した言い方的なそういうあれなんかな。そうでほら直接さバナさんにさこうなんつうの聞いてたわけでもないからさ、分からなくてさ、そういう道もあるのかと思ってたらすいません間違えましたパーと思ってなんか良かったっていうのもなんかあれなんだけど、まあバナさんはまだまだトップでいてほしいなっていう、まあ今日はちょっといろいろ聞きたいことあるんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではレギュラーの紹介です。どうぞ。はい、エイトリンク所属のヒカルです。よろしくお願いします。はい、ヒカル君よろしくお願いいたします。そしてはい、ピオねねこです。よろしくお願いします。はい、ねねちゃんよろしくお願いいたします。ちょっとねねさんの話になるんですけど、ねねさん最近ちょっと動画内でも良くないですか？あ、気づいてない？ほら僕こうスマブラハウスのこう出来上がった動画確認するんですけど、一回その時に明らかにねねさんのテロップが増えてる。おお、喋れるように。そうなの。もう俺はもうその喋れるとかなんかいいことを言ったとかじゃなくて、やっぱテロップが出るって確かに。いや大事ね、大事大事。こうピックアップしてもらってるってことだから、が明らかに増えてるってことも喋ってる回数が多くなってる。そろそろピオネネコのお悩み相談室も終わり。いや、じゃあ小池さんの回やるまで。あ、最終回は俺でやる。最終回。最終回は俺でやりましょう。最終回だよ。まあちょっとねねさんの話になってしまいましたが、はい、もちろん今日はクレイジーラクーンに所属されましたプロトバナナさんにちょっとお話をお伺いしたいなと思っているんですが、なんとはい、今日はちょっと話したいことがあって、スティーブ熱いっすよね。いやもちろん、なんと今スティーブが熱いと使ってますしね、ヒカル君は。確かに素晴らしい。いや面白いですね。スティーブが熱いんですけど、バナさんめちゃめちゃしばいてて、まあめっちゃね、アコーラさんとも対戦してたし、オニカなんか忘れたけど、ジェイクだね。あ、ジェイクか、みたいななんか海外の生物界が何人かいて、めちゃめちゃしばいてたんよ。なるほどね。ってことはなんかあるなと。とうとう現れた。はい、来ましたよ。スティーブ対策会。ありがとうございます。バナさんがいる時にちょっとやらないと。まあ確かにね。それは。まあそうだね。実際なんかその例えば作業台壊してとかなんかうんだこうだあるけど、実際やっぱどこが大事なんかの話も聞きたいし、まあもちろん面々でやったりルキナでやったり多分両方あると思うから、まあそういう共通での対策、面々で多分対策するって結構ピーキーというか、まあ他のキャラだとマネしにくい部分もあるから、まあ剣士キャラとかまあそういうのでやった上で、まあどういうところが実際じゃあ大事なのかみたいな話をまあ多少は使ってるからちょっと使い的な話も聞きつつ、まあいろいろちょっと今日は話できたらなと思って。わあ嬉しい。ただもちろんねバナさんがすいませんけど、企業秘密ですよって言っちゃったらそこなんですよ。申し訳ないです。これはもうだから今日の会は俺だけニヤニヤしてまんまそのまま一言同じずつ俺の動画でやる。言うんだ自分で。すごいね精神力が。僕のスティーブ対策こうですけど、俺が話した手にして動画に上げるけど、まあそういう会はねちょっとバナさんに申し訳ないんで、まあもちろん言えること言えないことあると思いますが、まあこの間だったら前スマか、前スマ無限組みたいな。そうでね、ほんまに無限やってる。99歳。いやろ。小池戦闘力なのかと思うぐらいやってましたけど、まあちょっとその映像を見ながら、その対策なのか、はい、アコーラ参戦を見ながら意識してることとかね、ちょっと気になるから、俺が今日は聞いていけたらな。嬉しいです。ありがとうございます。勉強させていただきます。バナさんに聞く会今日よろしくお願いします。はい、お願いします。まあルキアとメンメン両方共通で考えてることを喋ろうと思ってて、でまあ言おうと思ってるのはブロックの壊し方と金床っていいのかな、空下とトロッコ、まあとりあえずこの3つを言いたいなと思って。なるほど。
それに困ってる方がたくさんいるからたくさんいるよね。たくさんいる、もう喋ってる間にぐちゃぐちゃにされてますまあ実際さ、その近距離とかはさ、もうまあ向こうの多分技量で全部決まるからあれやけど、そのさっき言ったトロッコとカナドコの話まず聞きたいねんけど、なんかどういうのを意識してるって言ったらちょっと雑な聞き方やけど、例えば相手の素材の位置に数によるのか、それともなんか相手の位置とか当てたいタイミングとか意識してるのかっていう話聞いてもいいかな。なるほど。まず、スティーブ自体が近寄る手段がまず乏しいと。そうね。それで、エリトラって言われる、ウェビーで接近するか、基本あとはトロッコ、かあとはブロックを積んで、上からカナトコだったりブロックを経由してからの攻めになるから、結局トロッコがないと、あんま近寄れないなっていう印象なんですよね、このキャラクターが。なんで差し込みは基本的にトロッコって考えた方が、一番やりやすいのかなってちょっと思ってます。いきなり来る分にはまず第一にトロッコ。大体トロッコだろう。近距離から火力稼ぐにしても何にせよまずトロッコから入るから。まずトロッコ来て来るんで、トロッコって地上から来る時もあるんですけど、空中から来ることの方が多分大多数だと思うんで、なんで、空中の対処を教えると、トロッコ距離感によるんですけど、横回避多分2回1回分ぐらいの距離感だったら、あれ前行った方がいいことが多くて、前に行ってくぐった方がいいことが多くて、すれ違うみたいな。そういうことだね。引いてしまうと、トロッコとあとスティーブが上にいてトロッコが下から来るっていうなんか2つの軸で攻めてくるから、それの対応がきついとまず、なんで前行ってしまえば、まずトロッコはなくて、なるほどね。でスティーブ側が次やることって大抵カナトコなんですけど、カナトコなんでカナトコを読んでいれば、横から殴れると。多分このシーンで出てくると思うんですよね。じゃあトロッコのタイミングちょっと意識してみようか。そう今みたいなタイミングとかはもう別にじゃん。そうだね。だからこの部屋のタイミングのパターンってことね。今のところとかですね。なるほどね。あれとかは距離ちょっと遠いから別に金もないしってことやんな。そうですね。勢いが増すわけでもないから全然そうあれぐらいの位置でも見てって大丈夫と。金がある時にやっぱ奥に逃げちゃうとその後そうですね。金の時が露骨だね。露骨になんか引かない方がいいことが多くて。金ないとね、本当にこんだけで移動が終わるから、そう奥に行ってくれたらなんかトロッコ周りのガードとかジャンプとかでこっちは距離詰めれるし、やっぱ下に行かれると体を打つか打たないかのようにでも十分強いけど、それで済むならね。でも武器持ちだったら結構カナトコ消しながら空上とかが一応可能なので、そうね、ロイでもできるからロイでもできる全然、武器ならできる。素手がちょっと分かんないけど一応剣持ちはできます。でルキなんて多分やってる場面が出てくるはず。なるほど。ルキナの回にちょっと意識して、実際でもやっぱトロッコっていうか鉄ない時の人としては結構頑張りたいよね。そう頑張りたい。なるほど。鉄の時はもうエリトラの出す位置によっても大体やる戻れるルートが大体決まってるんですよ。なんでそのルートを模索してもらえれば多分このルートじゃないっていうのが多分分かってくると思うんですよね。マジでトロッコだし全部ホットリングでリスクつけてるの面々のいいとこって感じだな。そうだね。実際他のキャラでも金がなければできると思うから、金ないトロッコのリスクのつけ方は結構頑張りたいよね。頑張りたいね。で金の時は露骨に当てに来るから乗って当てに来るから近かったらとりあえずガードしちゃった方がいいことが多くて、ガードしてそのまま塊いっぱいになると乗っちゃうことが多いんですけど、横回避間に合うので横回避でガードして横回避するとスティーブと入れ違いになるんで問題ないとことが起こるんですね。今のトロッコもう一回見てる。そうですね。今のこれですね。この後か。この後だね。この前だ。前。この後この後来るからそう今のところです。確かに一応ガードした後の横回避でも一応トロッコに乗ることはないんで、あそことりあえず困ったらガードしておくのが安定です。なるほど。変に飛んだり技出すと金のなんかトロッコのなんか出始めってなんかスティーブがいなくてなんか無敵みたいなもんな感じになってて負ける時があるんですよ。で撃墜しちゃうんでそれで危なくなってしまうから近場で筋トレは
まあ、今ちょんじゃったんですけど、横回避するのが今の正解です。なるほどね。まあ、とりあえずガードして横回避って覚えててくれるわ。それでクソ飛ぶとこさえ当たらんかったら一旦大丈夫って感じ大丈夫。そうそうそう。残りがみたいなのにさっきみたいに当たる分には全然大丈夫。もう問題ない。そうね、本当てみたいなとこに当たるともうマジですごい飛んでくから。本当にちょっとやばいよね、シグった時ね。ちょっと前で止めてもらってもいいですか。はい、この辺で大丈夫です。この辺で全然。そうこれさ、ちょっと長い話したいから止めてもらいたいねんけど、すいません。素材切らして勝つのがさ、個人の話やねんけど、タイムアップはないと思ってて、ちゃんとスティーブに勝つなら、まあ面々じゃなくてもこれぐらいこう素材切らして勝つのが勝ち筋かなって思うねんけど、よく聞くタイムアップガン攻め論争みたいなやつあるやん。あれってバナさん的だとどっちでもないみたいな、そういうのってあったりする？ごめん、ヒカルくんさ、そのタイムアップガン攻めっていうのはなんだろう。なんかスティーブをそもそも近距離とかそのカナドコとかトロッコさ当たらんかったら大丈夫やから、例えばゼロさんみたいなキャラでもう一緒に逃げまくってこなしてもいいからタイムアップした方がいいんじゃないって派閥と、逆にそもそもスティーブに掘らすともう第4無限やし、鉄もいっぱいあったらもう逃げきれへんから、まあ、タイムアップ前にそもそも待たずにこう素材切らして勝ちましょうみたいな、多分、勝ち方がどっちでしょうみたいな話をよくされてるの聞くねんけど、そのどっちかなのか、それとも間取って両方やらないといけないみたいな話の、その相手の素材の話はちょっとバナさんに聞きたいなと思います。なんかキャラによって多分できるできないがまずあるから、まあできるキャラはやっていいかなと思って、でもできないキャラはまあ攻めるしかないとは思う。だから例えばさ、ルキラもちょっと近いと思うし、シュルクとか剣キャラでまあ中距離ずっとまあ維持しながら相手の攻め見てますよみたいなキャラで、まあ逃げ切りも、まあパルテナとかも結構近いと思うんだけど、まあずっと逃げ切れ7分逃げ切るのってさ、狭いステージだとやっぱちょっと理論的に微妙で、まあかといってじゃあそいつがずっと相手に向かって突っ込んでいくんかって言ったらなんかちょっと違うなみたいな、バルテナとかシルクとかそういうキャラとかもそうやと思うし、その微妙なキャラっていうのはどっちに寄った方がいいとかってあるのかな。意識配分ってことだよね。まあそうだから普段多分使わんキャラの話やと思うから、イメージというかまあ一番大前提としてどっちが得意かがまず多分分かれて、得意かどうか、まあタイムアップが得意かどうかが多分そこで分かれてて、で俺は苦手だったのでまあ攻めるって方向をしてるんだけど、まあどっちでいっても正直いいと思って、待つ場合は本当に超徹底して、まあ7分間すごい逃げ切る自信を持たないとダメだし、攻め切る場合は相手がこれも後で説明しようと思ってたんですけど、スティーブがなんか押し返す卓っていうのが結構 DA とつかみと、まあ、ガーキャン空 N空剣と言われる、まあ、ガーキャン攻撃なんですけど、その3つしかなくて、その3つを、まあ、意識しながら読み合いしていくって感じになるんですけど、まあそれをさばけるかって感じ。なるほどね。攻めるんやったらまあそこは意識せな。そう、意識せな。押し返し卓を意識しましょう。だからそれをして追いたいってことですね。そうです。そうむしろ近づかないでいいならスティーブ側からしたら一番いいから、ありがたいよね。ガーキャンク N あたりから例えば空前絡めた火力取りたいし、まあ、来てくれるなら上京も触れるし、だいぶやっぱそっちの方が不味もあるし、そっちの方がいいから来てほしいねんけど、まあ、それに当たってくれないぐらい攻めれるならいいよね。だから先端でずっと技を押し付けれるんだったらそれでもいいし、まあ、硬直そもそもないロイとかやったら全然いけると思う。全然いけると思う。やっぱそっちの方がいいと思うな、俺も将来的に。なんかコーラくんとやってて思ったのが、まあ、資源のブロックを作るんだけど何回も何回も。メンメンの破壊力が高すぎて、そうね、掘るのが追いつかないみたいな、なんか消費が激しすぎて攻めざるを得ないって感じがしたんですよね。やったの上からなんて手伸ばして、こうアームの部分をブロックに挟ましてヒット判定だけを相手に渡すっていうあれね。あれは偉いな。結構やっぱ壁壊すの早いからちょいちょいいる気がする。そう。壁をじゃあガノンがそうなんだけど、壁壊すのおっせえやつはどうしたらいいかな。いや結構いると思うよ。だって本引かだったら空 N でなんとかなるか。壁の読み合いね結構難しいけど。難しいよね。そう、まあ、一番いいのはその壁壊す速度よりその壁の向こうにいるスティーブ側が例えば横スマとか DA とか当たるような位置で壁壊すプラスそれで壁壊すのが遅いんやったらちょっと微妙かなって思うけど、上から攻めたらもうまあ上からは諸説でも行った方がいい時はある。だから散らさないといけないのもあるし、例えばなんかガロンの下強とか弱先端ぐらいやったらスティーブ側が
DA とかで取れない位置でもあるから、だからなんかそういう技で壁壊しながら俺いつ行ってもいいよみたいな、ただ壁は壊すよみたいな夢できたら多分一番いいんじゃないかな。基本はそれで多分なんか回していかないとか。なるほど。そうだから壁壊すガノンの弱に何かしようと思って壁壊すタイミングで奥からトロッコ走ってくるとかやったら、多分その弱はちょっとタイミングずらさないといけないとかもあるし、壁の向こうのスティーブが掘らなかったらただ資材を3つ使って無駄にしてるだけだから、そうだね、そう向こうのスティーブが差し返しとかを意識さしてる状態、うんで採掘止めてるのであれば別に多分壁を壊す必要もないから、なるほどね。壊し方は多分キャラによってそのローリスク DA とか横スマとか振らない位置で壁壊せる技を見つけつつ、まあ、たまに上から行くぐらいはいはい。で相手の採掘が止まるなら正解かなって思う。めんめんちょっと特殊やけどね。めんめんは全部できるっていう感そうねそうね。だからルキラはそうかな、その上から行くのもたまにいるし、まあ、ローリスクに壊せは多分、じ。ある。下強とか車とかがあるから。あれで採掘止めてくれるなら別にって感覚で合ってる、合ってる。ああじゃあ多分そうだと思いなんかます。まあもし必要だったら画面でまあ見せた方がいいかな。確かに確かにありがとう実際来た時に、うん。めんめんとか、まあ全然そうね、まあ普通にまあ光くんにちょっとやってもらってもいいし、ああ確かにでもいいし壁の話壁の話は。じゃあ壁の話は本当に複雑だかそうら。壁はちょっとごめんねねむずいから、本当に複雑じゃあルキラのすいません試合見てみましょうか。壁立てた状態の壊し方とリスクの付け方みたいなのは結構ちゃんとあるんでちゃんとやらなあかん。やるんで、まあ必要だったらまあそこにやってもらってそれをまあ実践で見せてもいいかなって思うぐらい。後でちょっと壁の話はまあちらっとするとして、そうだね。はい、実際ルキナスマブラ出るのはまあ別に OK、 外に出せるなら大丈夫ですかね。そもそもスティーブっていうキャラがそのスマブラと村町がまあ俺の中ではそんなにまあ大和さんが言ってたんだけど、なんか武器が弱いよね。そう斧で掘るから下のサイクルがキーやから、そうだから上強とか空上とかが斧で使うのと、まあ、あと単純に木の割合が多くて石が出ない、石ってすごい強いツールの一つでもあんねんけど、まあ、その石が単純に出ない、もうサイクル上ほとんどそうで鉄もまあ掘りにくいと、木しか出へんからそうで結果的にまあ木だから武器が壊れやすくてなんかそんなに耐久力もないから修復もしなきゃいけないというわけで、鉄でねここなんよ、この鉄でツールを作らないといけないと、例えば最初3つ出てきて鉄ツール作るのに4ついんねんけど、4つをじゃあこれそれに回す。そう回したらじゃあ完全に木しか残ってない状態で開幕やらなあかんから金どこもトロッコも振れんくてライン作れなくて結局掘れずに負けるみたいなのがすごいあるから、多分こういう状況でも鉄作らんとこうやってやってるんやと思う。そうじゃあ木で戦うスティーブと対戦しなあかんから、まあいつもより楽よねみたいな、結構あるよね。ということでまあ全然スマブラ村町はむしろ選んだ方がいいんじゃないかなっていうのはある。俺も多分拒否すると思う、こんぐらい多分余裕あったら鉄でも作っていいかなって感じはするけど、今がコスパ一番いいんだよね。岩1個で石の武器作れて、で耐久力とか威力も申し分なくて、すごいよ。石がマジで石が神なのよ。へえ。コスパめっちゃいいんだ。そう威力も高くて、でヒットストップとかはあんまり他のツールとがまあ一番むしろかからんぐらいやからコンボもやりやすくて飛びすぎないぐらいの、なるほどね。そうすごい強い。金床の上で掘ったら出るんやったっけ、石とか確かそういう話やったっけ。そういうのもあるんだ。ね。面白い。 TNT の上と。ああそうそう TNT は雑素材扱いやからサイクルがそもそも違うから、石掘れててみたいな。そういう工夫が必要になる。そうそう TNT その工夫をさせないといけないステージなわけだ。ああ、なるほどね。普通のその TNT の上の素材のサイクルが普通と一緒やったら確か石が3番目ぐらいに出るから、3番目ぐらいに出た石でツール作るのは結構大事。出た地獄殴り。地獄殴り。バナム名物地獄殴り。地獄殴り。バナム式って言いながら押してる。ああ、そうだよね。これちょっとすぎ。こ
これちょっと雑談というかちょっと違う話やねんけどさ、はい、スティーブのダイヤの横スマってどんぐらい警戒してる？あれスティーブが結構振り得でもあるし、むしろダイヤある時は逆転したいなら積極的に振っていきたい技やと思うねんけど、対戦相手側ってどんぐらい意識してるもんなんかなっていうのはちょっと聞いて。まあパーセントによっては警戒してるけどめっちゃではない。なんか中パーとかはさすがにすごい警戒するけど、それしか知らん時ってことやな。そう知らない、それしか知らない時はあるけど、でもそれでも知らない時、それ以上でも他の技で死ぬ時はそんなにって感じ。空語の方がそうねウェイトも回すから全然横スマは。横スマで死ぬ時だけ、まあトロッコとかにもちろん多分連れてかれたら死ぬけど、まあ、横スマが割と逆転だけな時は警戒してるって。警戒してるって感じだね。そうだからスマ村町出んの結構アコーラさん村町とか出んねんな。まあ試してる感じだと思う。なるほど。そうだね、拒否ありだけど、ありだけど多分あっちも試してるんじゃないかなって感じですね。政治の話来たからあれやねんけど、バラさんどこ拒否してる？そもそも。まあルキナとメインで全然違うけど、まあシンプルにポケスタ2が嫌だなと思ってるかな。おお、そうなんだ。石が多いんですよ、あそこ。石と鉄しか出ないから。そう。まあただなんか採掘速度は遅くなるんで、まあそこで今いかに壁の読み合いができるかによっては全然選んでもいいよっていうライン。あと崖走りぴったりブロックがつかないからポケット2は。だからブロックポンポンって2個置かれて死ぬキャラとか、ブロック置かれて頭打って死んじゃうみたいなキャラは多分ポケット2以外だったらそのままぴったり塞がって戻れなくなっちゃうねんけど、そのポケット2やと空間があるから変えれるキャラは結構いたりする。多分ポケット2選んでもむしろ選んだ方がいいキャラも俺はいると思う。おると思う、全然。ルキナとかは結構諸説悪くない。ポケット2間空くからまだギリ多分全然選んでもいいって、まあサイクルがどうしてもきついから、そういう展開にならずに死ぬことの方が多いから撃するのは全然強いと思う。そうタイムツアーズもっていうのがあるから、っていうのがあるからなんかまあ一概にここが絶対ダメっていうのはないんだけど、まあ自分のキャラが戦いやすい戦いにくいによってちょっと分ける必要があると思う。俺は終点とかも結構強いと思ってるから。終点強いね、むしろポケタ2より俺強いと思ってるから、スコップで惚れちゃう。やばいよね、スコップはやばい。そうだ、ピッケル使ったり、まあ、ツルハシ使ったり斧使ったりってその攻撃で使ってるからツールを、だから消費してるんやけど、だから斧とかなくなったらここやと斧で掘るから、斧なくなったら掘ってる斧なくなったら上強とか使われへんねんけど、シャベルってマジでそれ以外使わんからそうだから、掘るやつなくなったっつってもピッケルも上強も全部あるからすごい強いねみたいな。結構終点はやりやすいから残すんは危ないなって最近は思い、村町スマ村が思ってるなら、ここはマジでありな気がする。あり。まあ確かにトロッコにやることあってエリトラ借りやすいのはだいぶ条件、まあここまでなんか普通しまかったらだいぶやりやすいなっていうのはあると思うけどまあでもやっぱこんぐらいできたら理想ではあるよね。まあそうだね、ドルフィンがあるから上復帰は基本的に咎められるから、横か下しかなくてスティーブ側が。そうだね。だからトロッコのタイミングずらしだけ気をつければまあ基本的には枯れる。壁の話、そうだね、壁の話マジで複雑だからカロリー高いなから高いよねでしかもどんどんさ新しい多分壁の使い方が多分生まれてるはずだから、そこは俺分かってないからまだ。まあまあ触りな部分は触りなだけは言うから。ここはマジでそうなん、全然出てもいいと思う。ポケット2なんかポケット2結構とりあえず拒否るみたいなすごい見るけど、うまい、見るけど全然選んでいいキャラはいると思うな。出たあれ最強なんだよなマジで。これね対処法分からなくて悩んで試したら死んでしまったと。これマジ強いんだよな。多分あれ上段中段だけ消して行くって感じじゃないと今みたいになっちゃうと思うんで、で上から行くのは多分間違ってるんで、
本当に割とどうしようもない。ブロック踏まないように TNT だけ攻撃したら多分関圧板が消えるからそうだねそうそれでとかも一応卓ではあるけどルキナだときつくまあちょっと難しい難しいだからまあポンポンできるあれじゃないから TNT 自体がそうだからまあたまにならまあしゃあなし無視してもバナさんさ、ずっとさはいドルフィンやりまくってるじゃん。はいはまあ、さっきの戦いもそうなんだけど、はいはいなんか明確なリターンがまあ強いけど、あ出たあー出た出た出た体奥入れるやつリターンなんつうの失敗しても振ってるじゃないですか、はいはそれはなんでなの？まあなんかコンボ切りにもいまあコンボ逃げにくく1フレーム的やからそう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 そ逃げれにくくなるって感じですねなんかさっきのとこもそうだったけど2回ぐらいこう着地それで着地かられてみたいなんだけど、それでもやる価値はあるぐらいやっぱ脅威なの。卓になるか確定でクラウドやったらあらなんかガロンの下投げクーエヌとか多分なんか確定してるけど1フレアと割り切られるみたいなコンボを考えなあかんっていうのはそう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 下投げクーでもこれ上 B されたらだるいからか下投げした後に相手に考えさせてるのか。そうそうそう上 B してくれたらラッキーっつって下投げでそっ回読みとかさせたら食える1回分減ってるからそ相手がわざと飛び出してくれたりするわけ。うんなるほどね。それはラッそれはミスっても出す価値はあるってそうことね。これは多分スティーブ関係なくはい結構う、うん、そうバラさん自体が割なとるほどね。よくねむしろルキナ使いみんなやった方がいいんじゃないって思ってるああ最そうなんだ。やっぱり面倒くさい。近めんどくさいよねだるいと思うさすがにね逆にやらないとただのサンフレの普通のキャラクターだからそうおー高いあれな、ちっちゃくなってるとかなどこだけ振ってくんの。マジ強えから。まあおいうますぎるでしょ。結構やっぱ回避感のうまいからしかも高いリターンで勝ってるからそういうところでスティーブが結構苦しそうにも見えるな、うんトロッコ打った後とか例えば密着ちょっとごちゃってみたいなんで割と内回避でうやむやにしながら相手に近づくとか空中回避でごまかしてその後植木を振ったりとかごまかしたく多い感じやけど、まあ、その辺ちゃんと咎めてるのがやっぱり、最初見た試合と次見た試合でちゃんとその回避全部横スマでなんかあれしてるからやりづらくなるもんな。なんかもう安易にできないし、わあこれちゃんと見てくるじゃんみたいな。マジでそう、まあ、今の動画でカナドコ周りとかトロッコ周りはね、うんだいぶできたからできたからトロッコ前なんだ。俺マジそれ知らなかったよ。逃げれんかな後ろに回避しちゃうと乗っちゃうしいやそう乗るじゃん。前なんですよ結構まあ遠かったら大ジャンプとかで普通にはいはいジャンプしていいんだけど近い時は本当に前に行かないとうん大変なことになるんですよこんなことになる。ラグに行こうとして食らっちゃう。そうそうそううんじゃあ壁の話しちょっとますか壁の話は聞きたいよ。